さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修一です。今回もですね、将棋大勢実況対局の方やってまいりますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速対局の方を開始していきたいと思います。今回も10分切れるわけで、読み合い音声を塚田絵里香女流初段に設定してあります。あなたが先手です。はい、私が先手ですね。はい。対局開始。さあ、私のね、76と26でね、居飛車の将棋です。まあ、相手の方々で8四歩と突くと、まあ、横歩取りとかね、居飛車系の将棋ですね。4四歩と突くと、まあ、振り飛車系の将棋になりやすいですね。はい。あ、これは横歩取り模様ですね。はい。ね。で、2四歩と突いて、まあ横歩取ってみますかね。まあ飛車を引けば、相掛かりなんですけど、これは激しい将棋になるかもしれないですね。これはあれですね、横歩取りの4五角戦法ってやつですね。これで角を打ってね、いや懐かしいですね。さて、まあこれはね、まあ飛車を寄って、まあちょっとこれ初めて見るという方はね、どういう定石なんだという方、これでこの時に、まあ、2八歩打ってないとね、飛車を2八に引いてこう守りに行くんですね。でこれをもし2五飛車と引くと6七角成同金8八飛車成という手があるんですね。で飛車がもし2八にいれば6七角成同金の時に飛車の動きが通ると、この辺解説編でできればいいと思います。これちょっと難しいですね。角打つのはこれ定石なんですけど、まあこれを口頭でいっていくとね、時間がなくなってしまうので、まあ、大盤解説の方でねやりたいと思います。これね懐かしいですね。私は本当に昔子供の時に、まあ、非常に流行した、そうですね、この銀も定石で、さてこれね懐かしいですね。同金ならこれもすごい手なんですけど、これも定石なんですね。同金なら6七角成となってということで、7七馬と確かね引くのが定石で、いや難しいですよこれで。同馬だとこね2六飛車と打つということで、これ6八馬と引いて、さてどうなんだったかな。これで桂馬を飛ぶんだったような気がするけど、7七歩と打つ手もあった気がするなすごい懐かしい将棋なんでね、ちょっと定石をどういう感じだったか。7七歩と打つんだっけな。まあ7七桂か7七歩か、7七歩と打つ手もあったと思いますね。歩で打ってみますか。まあこれ7七桂と飛ぶ手もあるとこですね。で銀を成り捨ててから歩成りですか。なるほど。さてこれね激しいんですよ。これちょっとねどんな感じだったか、ここでどうするかですね。いや定石なんですけどね、私の方もかなり久しぶりなので、どうやんだったかな。結構ねまあ一応角が効いてね、ボールをつく方が冷静で自然ですかね。ちょっとねここは考えます。まあ8五飛車と打てば、まあ角と桂の両取りなんですけど、まあちょっと危険な意味もあるかもしれないんですよね。例えば、まあ、2五飛車とか打って銀取りでね、で受けたらこう6七角成同馬8五飛車とかねバサバサやってくるような手があるかもしれない。まあ5六と突いておけば手堅い手、5六突いてきますかね。でまあ9九と香車を取って、例えば3五馬とかね。いやどうやるのがね、すいません、定石が一番いいか。まあ飛車打ちがね聞ければ一番いいんですけど、ちょっと危険かな。まあ飛車打ってね桂馬が取れれば一番いいんですけど、さすがにね何か、ご相手の方もねまあ許さんという感じで来そうですよね。まあここの歩をつけば穏やかなんですけど、その分香車取られちゃうんでね、いや懐かしい定石だなんて懐かしがってたらね、ちょっとどうすればいいのか。まあ歩をついとくかな。まあこれちょっとね難しいところです。この歩は緩手になる場合もありますね。ただこの角のこうね、まあ、この歩をつくことは非常に大きい手なんですね。5五桂と打たれる手がやっぱり嫌な手なのでね、まあ、こうつくことでいっぺんにねこう馬も筋も通るんで、まあ受けの手ですよねこれはね。はい。ただまあもしかしたらもう、8五飛車とかね、まあ、すぐ攻め合ってしまう手もあったとこですね。はい。まあこれ駒の損得的にはですね、今のところこれ桂香交換なんですね。桂香交換でこの香車を取られると桂損ですね。桂損になるので、もちろん香を取られる一手っていうのは大きいんですけど、その分この角がねここに効いてる分も大きいんで、まあ香を取られて桂損になっても、まあ、この6八の馬と4五の角のね働きの差でまあ戦おうっていう考え方ですね。だからこの香取られてね桂損になるのが痛いと見れば、もう8五飛車とか打ってね、
まあ私の方も桂を取りに行くとかねいう手になるんですけど、まあこの5六歩はね、まあちょっとこう行ってね、まあこの6八の方が大きいので、まあ一回我慢してね、玉をね安定させる。まあ次に8五飛車打つかもしれないですしね、ということです。ただまあ9九玉と取るか、まあ8八とと引いて使う手もありますね。この辺難しいとこですね。8八とと引いて、8九飛車とか、まあどこかでね7八とと寄ってね、まあこちらの馬を狙ってくるような手がねあるかもしれないので、まあ形勢は難しいですね。これ香取られても私もねそこで何を指すかっていうね。あと金式ですが、この方がね筋はいいんですよ。さて、まあこれ歩を打っとくような手もありますね。6九歩と先にね、どうせ飛車の王手が来そうなんでね、まあ馬をね3五馬と出て攻めていければいいんですが、やっちゃいますかね。3五馬からどんどん攻めていければという感じなんですが、7八とがね寄ってくるんでね、馬が動くとね、まあ6九歩とか打っとく手もありますね。どうせ王手が来るということで、また玉を上がっておくような手もあるところです。難しいですねこれはね。何とも言えないですね。非常に難しいです。王様一回上がる手もね有力ですよね。こうどうせね飛車をどっか打ってくるんでね、上がって一回こう入れときて、3五馬と出るとね攻め合いなんですけど、7八とからね攻めてくる手が見えるんでね、ちょっと危ないかもしれないんですよ。角取りになるんですけど、いやー難しい、迷いますね。いやー7八とはね、まあ香取る手もあるんですけど、こちらの方が迷いますね、私の方としてもね。はい、王様逃げとくのはねちょっとぬるい手になるかもしれないんでね、今5六ついたんでね、いやここは難しいです。相手の方もね非常にこの8八とはね引いてだと思います。まあ出てみますか。ちょっと攻め合い志向でね。ただこの6八の方がいなくなるとね、やはりこう王様が一気にこうなんていうんですかね、厚みが硬さがなくなるんでリスクが高い手ですねこの手はね。その代わりまあ馬取りで角取りで、まあ、5三に馬が突っ込むとね、まあ、一気にこう攻撃の体勢が作れるんで、まあ攻め合いを目指した手ですけどね、まあ何かもうちょっとゆっくりさせてもありましたね。まあこの角取りをまず相手の方がどう受けてくるかですね。さすがにこう4五馬とダイレクトに取られると痛いですからね、何かこう角が、まあ5四に逃げるとね5三馬と、まあそれで8七角ねもあるかもしれないですけど、こう5三馬と手順に入られるような格好なのでちょっとやりにくいような気がしますね。まあそれで8七角ねもあるのかな。ただね5三にここで馬が来るとね非常にまあ後手も危ない格好になるんで、それをやるかどうか。難しいですねここは。どうやって取られるか。まあ角をこちら側に引けばね、まあ例えば2三とかに引けば一番安定してるんですけど、まあそうするとねずっとこの角がもう働かなくなりそうなんですね一生ね。なので5四に引けば5三馬と入られちゃうけど8七角成でね、まあ馬に昇華してまあ昇格してね、まあ攻められるかもしれないんでね、まあどちらを選ぶか悩ましいところですね。確かにねこれは難しい。5四角もねこちらからずっとまあ怖いというかね、やってこられたらどうするか。かなり長考な手、そちらでしたねやはりね。これで8七角成となってねやってこようということですね。これはねまあ入って角なって、それで私もね飛車角銀香を持ってるんで何か攻めがあればなんですけどね、なかなか難しいかな。まあこれさらに7六歩ってともあるんですけど、ちょっとね受けすぎかもしれないんで難しいところですね。でも飛車馬引きは大丈夫ですから7六歩ついちゃおうかな。ここは一手一手非常に難しいです。歩をついてまあ馬入って角なって、そこで厳しい手があればいいんですけどね。5二香同金7一馬って手もあるんですけど、それね結構まだ4二玉から逃げるルートがあるんでね難しいですね。いやどうするのがいいかな。7六ついとく手もあるけど、ちょっとね後手引いてちょっと冴えないかもしれないですね。難しいです。馬入って角なって、それを6九飛車から6七飛車を狙ってるんですよね。その時により速い手を指さないといけないんでね。いやどうするのがいいかな。難しい。香車を打ってなるって手もありますけどね。5五香8七角成5三香成とね香車でいく手もありますね。それも厳しいけどそちらはまああるかな。迷いますね長考になりますねこれは。どっちいいだろう。香車打って香なるのも魅力的ですね。それも非常に手厚い攻めなんで、ただ6九飛車がね当然来そうなのでね、その先まで読まないといけないですね。でバラバラバラ
バラバラになってね、それでその後難しい歩を打っていく。いやー、危険かな。こうね、今日金取られるのも痛いんでね、いやちょっと考えますよ。難しいです。香車なる歩を打って歩を打つ。いやー、どうですね、ちょっとあれかな。ちょっと行ってみますか、香車でね。これ難しいですね。5三馬と入っていく手もあるんですけど、まあ、香車を打ってね、手厚く攻めるってことですね。5三角。王手です。これは逃げるしかないですね。まあ、歩を受けるところ8七角成でね、かえって早くなるので、まあ、かわしました。まあ、この飛車が一応微妙でしたね。単に角成った方が6九に飛車打てたかもしれないんでね。ああ、なるほど。これはもう角を見捨ててってことで、まあ、これ角取って、どうですか、角を取れたら大きい気もしますけどね。さあ、これで、5三銀と打つか、何かね、8二歩とって5三銀かな。ちょっとこうね、上から攻めたいですね。こうやっぱり上からね、さっきの5五香もそうなんですけど、まあ、上部からね、こう押さえる形を作りたいですね。あ、これは攻防の一手ですね。次、香成から攻めてこようと。いやー、でもこれも攻めちゃいたいですね。こう打って攻め合いにいけないかな。香車なって同玉で、4九竜。まあ危険ですけどね、それで歩合いして、さあどうかですね。ちょっと危ないかな。まあこれ受けとく手もあるんでね、まあ、同銀成もありますよね。同銀成同歩。ただせっかく打った銀がねなくなっちゃうから、ちょっともったいないような気もするんですよね。いや難しいですね。これどっちがいいかな。鳴らしちゃう手もあるんですね。同玉で、まあ、攻め合いでいけると思えばそっちですね。で最後歩の形がねきついんでね、ちょっと考えますね。同銀同銀成同金。ただまあここに竜が来るとね、私の方の王様もまあ無事では済まないという非常に危ない格好になるんでね。いやー難しい。いやこの4手はいい手ですね。ねえ、金によると桂かな。それで歩を打っていく。いやー金によると香を打ってきてかえってうるさいかな。金寄りでいってみますか。これはね金を寄って寄せてね、ちょっと受けに回った手です。相手の駒がね桂香という駒なんで、まあそのほどね一気に攻め合うよりは、まあ、少し受けに回ってもね、まあさせるだろうということです。今駒割り的にはね角と桂香の交換なんで、まあ、ここで金ってね、まあ、これ5七香なら同金同桂成同馬とね応対すれば大丈夫ということですね。少しこうちょっと受けに回ってね丁寧に対応しようということですね。今6七金がね傾きよってね、なんていうんですか、働いてなかったんで、これでまあ桂香、すみませんさっき途中になっちゃったんですけど、持ち駒が桂香とかとの交換だったんで、まあね少し駒得してるんでね慌てずに、まあこれ角打つ手がね、これ狙いの一手ですね。こう打って、根元の桂馬とあと6一角成を狙って、まあこれはね少し優勢になりましたね。はい、7八と寄ってもね次これ馬が効いてるんでね、まあ一気に攻められる手がないのでね、これ6五角成と桂馬を外せれば大きいですし、まあ、次に6一角成同玉5一飛車とか、まあ、条件が整えば4一飛車同玉6一角成とかね、まあ、攻め手に困らないんで、香打ちですか。これは一番ね厳しい手ですね。いや迷いますね。これもまた迷うとこですね。まあ一番安全に指しますかね。4二成同銀成で、まあこれね4七香成からの殺到があったんでね、根元を外してしまいます。これ同飛車打っちゃう手もあるけどな、まあ、桂馬取りますか。まあこれが一番ね手厚い指し方です。こう2枚ね香と香外して、これ銀なくなったんですけど、さすがにね桂香をね取れたプラスが大きいので、まあ、ちょっと角がなることでね攻め足は遠のいたんですが、次5三桂とかね、まあ、打つ手が厳しいんですよね。私の番が来ると、馬です、竜ですか。これはまあと金と連動してね攻めようってことですね。どっちがいいかな。2分30秒。まあ時間がね結構、これ次と金寄る手狙ってますね。なるほど、と金寄って同馬なら4七香で、なるほどね。いや結構嫌な手ですよ。確かに油断ならないですね。馬引くのが手厚いかな。これはね、こう4九金にね紐をつけた手です。6八となら同金と取れば馬でね金に紐がつくと受けの手ですね。今ね馬が5四馬とか出ると、6八とと寄ってね同金なら6四七香成、同馬でも4七香成からね攻めてくる手があったんで、まあ、丁寧に受けた手ですね。いや4九竜ねとってもいい手でしたね。まあ6六飛車とか打つ手はあったかな、こちらの私の方もね。まあちょっとねこの直前に私の方もまあ
4四銀成同歩6五角成とねちょっと受けに回ったんで丁寧に指していくことですね。はい、金上がりですか。これね王様、そうか、難しいな。金上がりはこれ5三の地点のね打ち込みを消した手ですね。いやどうしましょうか。金を引いて当てる手もありますね。これはでも最善の一手でしょうね。私の方もね自玉がね5三桂と打たれると持たないので、はい。さてこれ玉寄りますか。これはね少し安定させて、どっかでもうね玉を寄ってと金か遠ざかってね一気に仕留めようってことですね。条件が整えば、4三金粘り強い手ですね。で私の方は残り1分51秒なんで時間の方をねちょっと気をつけないといけないですね。7六の馬がねこう間接的に4九の金に紐がついてるんで、かなり玉形は安定してきました。あとは飛車桂香を使って相手の王様をね1一飛車みたいな手でね攻めて間に合えば一番いいですね。ちょっと駒のね数が、今角銀交換なんですけどちょっとこう駒の数がね差があるのでここはね、優勢になりましたね。私はね奥出ちゃいますか。5七馬とね引いとく手もあるぐらいのところですけどね。歩がないんでね、あとね歩があるとこう2七歩とかそういう手を嫌わないといけないんですけどね。これで引いてこれね盤石の格好になってきましたね。馬が2枚、自陣にいるんで今ねもっと攻める手もあるんですけどこれはもうどんどん面倒見てこれは7七とね引いてこようとですか。6八これ出ちゃってもいいな。出て攻めやっちゃう手もありますね。どっちがいいかな。1分30秒。そう時間がないですね。引きましょう。出る手もありましたね。これね時間がなくなってきたらちょっとね早めに指します。局面的にはもうガチガチになったんでね局面はいいんですがあとは時間ですね。桂馬って一気にいきますかね。どんどん攻めます。ここまで受けたんでねもう受ける必要がないんであとは前の話ですけど時間切れ負けが一番ちょっときついんでねで飛車を振ってもちろんゼロなんでねかなり受けにくいですよね。で、どういうのがいいかな。これでね5三の金を狙ってここに桂馬がいますんでねかなり厳しい攻めですね。馬が出たんでね。さあ銀上がってどうやるのが桂成りがいいか。これはね馬竜飛車馬桂がね急所に来て同金なら4二馬とか取れてありますし同玉だったら香車持ってるんでね6五香とかあるんで、これはかなり、先がね見えてきましたかね。詰みはね歩を打っとくのが一番硬いかな。これでね逃げ場を封鎖して金取っとく手もありますけど、これでね次に、5三飛車成から8三金と打てば詰みです。で私の方はねこれもうガチガチになったんでねあとここに銀も落ちてますからこれははっきりしましたね。桂馬だけだとね歩がないんで受けがね難しいですね。これちょっと難しい将棋でしたけど桂馬です。これは、詰みもありそうですけどもう、シンプルにいきますかね。同飛車成で角を渡しても私の王様は詰みがないのでね詰みはあったかもしれませんけれどももう時間もね少ないのでしっかりねこれ金を取られても大丈夫です。私はこれね今日8四の歩が効いてるんでね受けがないですね。これは3手詰めになりますによってね。やった勝ったよ。ましたいかがだったでしょうか。戦型が横太りでねちょっと4五角戦法という懐かしの戦型ですね。なんていうんですかね4五角戦法有力なんですけれども少しね、無理筋と言われてるのは定説なんですね。非常に乱戦になるんでね一手一手がとっても重い将棋になっていきました。詳しいところは解説編でやっていきたいと思いますのでそちらの方もお楽しみいただければなと思っております。この動画が良かったので方はグッドボタンをチャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまたさようなら。